海道からこんにちは。北海道旅行、海鮮丼だけで満足していませんか？それめちゃくちゃ損してます。今回は地元民が愛してやまない、そして観光客も行くべきローカルチェーンを10点ご紹介します。今回のグルメはコスパも良いですよ。北海道の食文化の深さをお楽しみください。それではスタート。セイコーマート。まず最初は北海道を語る上で外せない存在、道民の生活に深く根付いているコンビニエンスストア、セイコーマートです。人口の少ない地域やいわゆるど田舎にも普通にある、それくらい北海道では生活インフラといっても過言ではありません。実は茨城県や栃木県にも店舗があるのですが、本場北海道のセコマはとにかく価格が安いのが魅力。さらに北海道でしか買えない限定商品が並んでいるのも楽しいポイント。その土地その土地の名産品がしれっと棚に並んでいたりします。店内調理のホットシェフも魅力的。さらに店舗ごとに作りが微妙に違っていて、デザインの統一感が緩いのも実はセイコーマートの楽しさの一つ。画一的じゃないからこそ旅の途中で立ち寄るのが楽しくなる、そんな北海道の誇る最強チェーン店です。このチャンネルでは次の北海道旅行が楽しくなるような地元ならではの情報を発信しています。これからもガイドブックには載っていないような北海道の魅力を余すことなくお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をしてチェックしていただけると嬉しいです。それでは2軒目いきますよ。長谷川ストア。続いて2店舗目はローカルですよ。函館エリアに展開する長谷川ストア、通称ハセストです。ここに来たら絶対に食べてほしいのが函館市民のソウルフード、焼き鳥弁当ですが、ここで一つ初めての方には驚きの事実があります。実はこの焼き鳥、鶏肉ではなく豚精肉を使っているんです。北海道の一部のエリアでは古くから焼き鳥といえば豚という独自の文化が根付いていて、地元ではこれが当たり前のスタイルなんです。これって皆さんが今まさに何気なく見ている YouTube に似ているのかもしれません。 YouTube のチューブは語源を遡ればかつてのブラウン管テレビのこと。形は変わっても呼び名が文化として定着しているハセストの焼き鳥弁当もまさにそんな感じです。焼き鳥なのに豚肉、全く違和感を感じていない地元民。鳥じゃないのという驚きが一口食べればこれこそがハセストだという納得に変わる、そんな函館の深い食文化をぜひ現地で体験してほしいです。ハセストの魅力は何といっても作り置きをしないこと。レジで注文書を渡してから店内の専用カウンターで一本一本丁寧に焼き上げてくれます。ここでは待つのが常識。地元民は誰もすぐ出てくるとは思っていません。そして食べ方ですが、焼き鳥として楽しむのもよし、お弁当の容器の縁に溝がついているのですが、そこに串をセットして蓋を閉じたままぐっと引き抜く。こうすることで手を汚さずに串からお肉を外して、タレが染みたご飯と一緒に豪快にかき込めるんです。シンプルながら函館の歴史と愛が詰まったまさに最強の B 級グルメです。ラッキーピエロ。
函館エリアにしか展開していないにもかかわらず、全国のローカルハンバーガーランキングで何度も日本一に輝いている伝説のお店、ラッキーピエロ、通称ラッキピです。まずお店について驚くのがその外観と内装。森の中のメリーゴーランドやエルビス・プレスビーなど店舗ごとに全く異なる奇想天外なテーマがあって、まるで遊園地に来たかのようなワクワク感が楽しめます。もちろん人気の理由は見た目だけではありません。ラッキーピエロのこだわりは徹底した地産地消と手作り。いつでも出来たて熱々のボリューム満点なバーガーが運ばれてきます。自らをファーストフードではなくテーマレストランと位置づけているお店です。不動の人気ナンバーワンは何といってもチャイニーズチキンバーガー。大きな甘辛い鶏の唐揚げがゴロゴロとサンドされていて、シャキシャキのレタスと特製マヨネーズとの相性がもう最高なんです。一度食べたらこの中毒性のある味の虜になること間違いありません。実はバーガー以外にもカレーやオムライス、さらにはカツ丼や焼きそばまで揃っていて、もはや何屋さんと思ってしまうほどのバラエティの豊かさ。函館に行かないと絶対に味わえない、まさに会いに行きたくなるエンターテインメントレストランです。鶏製チェーンとチキンペッカー。十勝が生んだ鶏肉料理の名店鶏製、そしてその DNA を受け継ぐ札幌のローカルチェーンチキンペッカーです。まず道東十勝地方でお祝い事や集まりといえばここと誰もが名前を挙げるのが鶏製。看板メニューは新鮮な若鶏を使った炭火焼きと唐揚げ。炭火焼きは職人がじっくり焼き上げることで余分な脂が落ち、凝縮された肉の旨味と香ばしさが口いっぱいに広がります。一方の唐揚げは衣が薄くてサクサク。レモン汁をつけて味わうのが地元民の食べ方。どちらも甲乙つけがたい美味しさで、地元では炭火と唐揚げ両方頼むのが定番です。そしてこの鶏製を運営する会社が新札幌エリアを中心に展開しているのがチキンペッカー。中札内田舎鶏を贅沢に使った少しスタイリッシュな鶏料理専門店です。スパイシーなチキンバーガーなど鶏製のこだわりを受け継ぎながら都会的なスタイルで楽しめるのが魅力。十勝の食文化を感じる鶏製と、それを現代的に進化させたチキンペッカー。どちらも北海道の大地が育んだ鶏肉の本当の美味しさを教えてくれる名店です。ちなみに札幌近郊エリアでも店舗数は少ないですが、鶏製を楽しめるお店もありますよ。串鶏。続いて5軒目は札幌の街を歩けば必ずと言っていいほど目にするこの看板、焼き鳥専門店の串鶏です。ここは観光客向けの高級店ではなく、地元の会社員や学生が日常的に通う、まさに札幌市民の台所のような存在。串鶏に入って席に着くとまず出てくるのがサービスの鶏スープ。実はこれ無料でおかわりも自由。しかも無料とは思えないほど鶏の旨味がしっかり詰まっていて本当に美味しいんです。冬の寒い日なんかはこのスープを一口飲むだけで、ああ串鶏に来たな、そんな気持ちになります。看板メニューの焼き鳥はどれもリーズナブル。中でもおすすめなのが創業当時からの人気メニュー、もちベーコン。とろけるお餅をカリッと焼いたベーコンで包んだ一口で、一度食べるとリピートしたくなる美味しさです。鶏精肉やつくねなどどれを頼んでも外れがないのも串鶏の安心感。付け合わせの大根おろしで口を整えながら焼きたての串を頬張る。気取らない雰囲気の中で過ごすこの時間こそ札幌の夜の一番贅沢な楽しみ方かもしれません。札幌の夜どこへ行こうか迷ったらまずは串鶏。間違いのない札幌の夜の味がここにあります。
ナルト屋。続いて6店舗目は小樽を代表する超有名店ナルトです。ここの看板メニューは何といってもお皿からはみ出すほど巨大な若鶏の半身揚げ。鶏の半身を丸ごと素揚げにするというインパクト抜群の料理で、皮はパリッパリ、中は驚くほどふっくらジューシー、絶妙な塩加減が後を引く、一度食べたら忘れられない味です。ここで少し豆知識なのですが、ナルトとナルト屋の2種類があることに気づくかもしれません。ざっくり言うと、小樽にある本店が若鶏時代になると、そこからのれん分けという形でチェーン展開させていったのが小樽ナルト屋なんです。どちらも美味しいのには間違いないのですが、小樽っ子に言わせると、ナルトは本店のナルトしか認めないという熱狂的なファンも多いんです。本店のあの独特の活気ある雰囲気と、長年使い込まれたフライヤーで揚げる伝統の味こそが真のナルトだという強いこだわりがあるんですね。もちろんナルト屋は全道各地の商業モールやロードサイドに店舗があり、気軽にあの味を楽しめるのが何より素晴らしいところ。まずはアクセスの良い店舗で味わってみて、もし気に入ったらぜひ小樽の本店まで足を運んで違いを確かめてみてください。小樽の食を肌で感じることができるはずです。どんぐり。続いて7店舗目は札幌市民なら知らない人はいない超定番ベーカリーどんぐりです。観光ガイドにはあまり載らないのに、地元民の生活にはがっつり根付いている、まさに北海道民のソウルパン屋。どんぐりといえば今や全国的にも知られるようになったちくわパン発祥店として有名です。パンの中にちくわと驚かれる方もいるかもしれませんが、ちくわの中にツナサラダを詰め、それをふんわりとしたパン生地で巻いて焼き上げるという一見意外な組み合わせ。一口食べるとちくわのプリッとした食感とツナの塩気がパンと絶妙にマッチして、なぜかホッとする唯一無二の美味しさなんです。このちくわパン、実はお客さんとの会話の中から生まれたというエピソードもあり、そんな地域密着な姿勢もどんぐりが愛される理由の一つかもしれません。どんぐりの最大の魅力は、とにかく焼きたてへのこだわりです。常時100種類以上のパンが並んでいますが、どれも飛ぶように売れていくため、キッチンからは常に新しいパンが次々と運ばれてきます。活気あふれる店内でトレイを手にどれにしようかと迷う時間はまさに至福のひととき。さらに注目したいのがカレーパンやザンギ系の惣菜パン。パン屋とは思えないほどの具が多くて、とりあえず少し買うかと入店すると、気づいたらトレイが埋まっている。札幌市民が何度も経験してきたどんぐりあるあるです。ここで豆知識。どんぐりは北海道発祥のローカルチェーンですが、店舗ごとに微妙に品揃えや力の入れ方が違うのも魅力。通勤・通学路のどんぐり、休日による大型店のどんぐり、自分の推し店舗がある人が本当に多いパン屋なんです。観光に来た方にこそ伝えたいのは、どんぐりは特別な日じゃなく北海道の日常そのものだということ。海鮮や有名店でお腹を満たした翌朝、ホテルで軽く食べるパンとして選んでみてください。それだけで旅の解像度が一段上がりますよ。カレーショップインディアン。8店舗目は十勝帯広市民の胃袋を完全に掌握していると言っていい絶対王者カレーショップインディアンです。道東出身者に一番好きなカレーはと聞くと、かなりの確率で名前が挙がる
海道ローカルのレジェンド。北海道のカレーといえば札幌のスープカレーを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、十勝ではカレーといえばインディアンが常識。ここにはカレーファンなら一度は耳にしたことがあるかもしれないある伝説があります。実は世界最大のカレーチェーンであるココ一番屋が帯広に進出した際に、インディアンの圧倒的な支持を前に過去2度も撤退を余儀なくされたと言われているんです。世界王者に勝ってしまうほどの人気、凄まじいですよね。そんな伝説を作るほどの味の秘密は、牛肉をふんだんに使い数十種類のスパイスで熟成させた濃厚でコクのあるルー。家庭のカレーの究極系のような、どこか懐かしく、でも家では絶対に出せない深いコクがあって、一度食べると数日後にはまた食べたくなってしまう、そんな不思議な中毒性があります。またインディアンならではの光景として面白いのが、地元の方々が自分の家のお鍋を持ってお店にやってくること。ルーだけを鍋に詰めてもらって持ち帰り、家族みんなで食べる。まさに地域の食卓の一部として完全に生活に溶け込んでいるんです。驚くほどリーズナブルで、お腹も心も満たされる帯広の誇り。十勝に足を運んだ際は、この世界王者を打ち負かした伝説の味をぜひ体験してみてください。ガラクとスープカレートレジャー。札幌に来たら一度は食べたいスープカレー。そのブームを力強く牽引してきたのが、札幌中心に店を構えるガラクです。ここの特徴は、鰹節など和風だしをベースにした旨味たっぷりのスープ。スパイスの刺激がありながらも、どこかホッとする奥深い味わいで、長年多くの札幌市民を虜にしてきました。ただ、あまりにも有名になりすぎて、最近では開店前から長い行列ができることも珍しくありません。美味しいのは知っているけれど、人気が出すぎて少し足が遠のいてしまったと感じている地元ファンも実は少なくないんです。そんな時、ぜひチェックしてほしいのが姉妹店のトレジャーです。ここはガラクの和風だしのスピリットを受け継ぎつつ、さらに独自のエッセンスを加えたお店。ガラクが王道の美味しさなら、トレジャーはよりこだわり抜いた深みといったところでしょうか。ハンバーグが絶品なのも特徴。ガラクの行列に少しひるんでしまったという時でも、このトレジャーを知っていれば、ハイレベルなスープカレーにありつける確率はぐっと上がります。どちらも札幌スープカレーの真髄を感じさせてくれる名店ですので、その日の気分や並び具合で選んでみるのも賢い札幌グルメの楽しみ方ですよ。回転寿司トリトン。最後を飾るのは回転寿司トリトンです。北海道は回転寿司のレベルが異常に高いことで知られていますが、その中でも迷ったらここと多くの道民が太鼓判を押すのがこのお店です。トリトンのルーツはオホーツク海に面した北見市。海産物の目利きが厳しいその土地で磨かれた鮮度へのこだわりは、チェーン店の域を完全に超えています。最近では東京などの道外にも進出しており、そこでも大行列ができるほどの人気ぶりですが、実はやっぱり北海道の店舗は格別だ、そういう声をよく耳にします。それもそのはず。北海道の店舗ではその時期その土地でしか出回らない地元のネタが非常に豊富。地元の空気の中で地元から直送されたばかりのネタを職人さんが目の前でさばく。その鮮度の距離が味の深みをさらに一段引き上げているんです。一番の驚きは何といってもネタの大きさと厚み。シャリが見えないほどの大きなネタが贅沢に乗っていて、口に入れた瞬間に広がる油の甘みや
弾力のある歯ごたえはもはや回転寿司の概念を覆します。人気店ゆえに待ち時間が発生することも多いのですが、スマホで順番待ちができるシステムも導入されているので、賢く利用してぜひ一度味わってみてください。北海道の豊かな海の恵みを最高のコストパフォーマンスで味わえる感動がここにはあります。いかがでしたか？定番のセコマから函館のハセスト、ラッキーピエロ、十勝のインディアン、そして札幌のスープカレーやトリトンまでご紹介してきました。北海道には海鮮丼以外にもこんなに熱くて美味しくて、そしてリーズナブルな食文化が広がっています。観光地を巡るのも素敵ですが、地元民に混じってこうしたローカルチェーンを訪ねてみると、北海道がもっと身近にもっと好きになるはずです。ただ正直なところ、まだまだご紹介したいお店が多すぎて10選では全然足りませんでした。実はまだ餃子カレーのお店や十勝の豚丼、ジンギスカンの名店など紹介できなかったガチのお店が山ほどあります。これは早急に第2弾の動画も作成しなければなりませんね。皆さんのここへ行ってみたいというお店や実際に食べた感想、また次はあの店を紹介してというリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは皆さんの北海道旅行が最高の美味しい思い出になりますように。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。